食べ物まるっと研究所です。今回は柿の体への影響についてお話しします。古くから日本で愛されている柿。そのまま食べても干し柿にしても美味しいですよね。そんな柿はあまり知られていない驚くべき健康効果が9つあります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして柿で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは柿の健康効果からいってみましょう。柿の健康効果1つ目は感染症の予防です。柿には免疫力を高める成分が豊富に含まれています。まずはベータカロテンやベータクリプトキサンチンなどのカロテノイドです。ベータカロテンは皮膚や喉、鼻の粘膜の健康を保ってくれるので、ウイルスから体を守ってくれます。もう一方のベータクリプトキサンチンは、特に免疫力を高める働きがあると言われています。他にも柿には、ウイルスの感染能力を失わせる効果を持つ柿タンニンも含まれています。広島大学とアルタン株式会社の研究でも、柿渋タンニンはインフルエンザウイルスなど、計12種類のウイルスの感染能力を完全に失わせたという結果が出ています。また、奈良県立医科大学で行われた研究でも、新型コロナウイルスに感染した動物モデルの口腔内に柿タンニンを投与すると、重症化が軽減された。さらに感染していない動物モデルに柿タンニンを投与すると、新型コロナウイルス感染が抑制されたと結果が出ています。ベータクリプトキサンチンも柿タンニンも皮の部分に多く含まれているので、しっかり皮を洗って丸ごと食べるといいですね。柿にはさらにもう一つ、免疫力を高めるビタミン C も含まれています。ビタミン C は体外から侵入したウイルスや細菌を撃退する役割を持つ白血球の働きを高めてくれるんですね。柿に含まれる複数の成分が感染症予防に力を発揮してくれます。柿の健康効果2つ目は心血管疾患の予防です。柿に含まれる柿タンニンは血液内の悪玉コレステロールである LDL コレステロールを減らす作用があります。LDL コレステロールが減ると動脈硬化や心筋梗塞、狭心症などのリスクを下げることができますね。石川県立大学の研究でも柿タンニンを含むクッキーバーを毎食12週間摂取したグループは善玉コレステロールである HDL コレステロールは低下せず、総コレステロールが減少した。また、高容量を摂取したグループは LDL コレステロールの優位な減少も確認できたと結果が出ています。柿の健康効果3つ目は高血圧予防です。柿に含まれる柿タンニンは血管の拡張を促したり、血管の収縮を抑える作用があるので、高血圧を予防できる可能性があります。また、柿タンニンは血液内の LDL コレステロールを減らして、動脈硬化を予防してくれるので、しなやかな血管を維持することができて、血圧にもいい影響があるんですね。奈良県立医科大学の研究でも、柿タンニンは強力な血管弛緩作用と血管収縮を抑制する作用で、高圧効果を発揮できる可能性があると結論付けています。柿の健康効果4つ目は美肌効果です。柿は 100g 中ビタミン C を 70mg 含んでいて、ビタミン C はメラニンの合成を抑えて、シミの元ができるのを防ぐ効果や、皮膚の張りや弾力を保つために必要なコラーゲンの生成を促す働きもあります。また、柿に含まれるベータカロテンは強い抗酸化作用を持っていて、紫外線などのストレスで体内に余分に発生した活性酸素を除去、働きを抑制することで肌を若々しく保つことができます。柿に含まれる様々な成分の効果で美肌につながるんですね。和歌山大学で行われた研究でも、柿を摂取したグループは肌の状態と血行がともに改善された。柿に含まれる栄養素が肌状態の改善、アンチエイジングに効果があると発表しています。柿の健康効果5つ目は整腸作用です。柿に含まれる不溶性食物繊維は腸内の水分を吸収して便の傘を冷やすとともに腸の働きを活発にして排便を促す効果があるので便秘解消に効果的です。また食物繊維は腸内の善玉菌の餌になるので
善玉菌を増やして腸内環境を改善してくれます。そしてさらに、柿に含まれる柿タンニンは悪玉菌の増殖を抑える効果も期待できます。奈良県立医科大学と慶応大学のマウスを使った研究でも、柿タンニンが潰瘍性大腸炎で増加する悪玉菌の増殖と炎症反応を抑えて、潰瘍性大腸炎の病態を改善できると結論を出しています。柿の健康効果6つ目は二日酔い予防です。お酒を飲むのが好きでも、頭痛や吐き気、倦怠感など体の不調が出る二日酔いにはなりたくないですよね。そんな二日酔いを柿で予防、改善できる可能性があります。柿に含まれる渋み成分、シブオールはアルコールを分解する働きを持つんです。京都府立医科大学の動物実験でも、アルコール摂取30分前に柿果汁を摂取しておくと、血中アルコール濃度の最高値が低くなり、アルコール濃度の低下速度も速くなるという結果が得られた。柿果汁の摂取は酩酊の軽減作用を持ち、二日酔いに対して予防的効果があると結論付けています。柿の健康効果7つ目はアンチエイジングです。誰しも避けては通れない老化。年齢を重ねることは素敵ですが、できるだけ見た目や体を若々しく保ちたいですよね。この老化の原因の一つが体内に増えすぎた活性酸素です。過度な紫外線、ストレスなどで活性酸素が増えすぎると、細胞や組織が傷つき、老化を進めてしまいます。柿には抗酸化作用を持つ柿タンニンなどのポリフェノールやビタミン C、ベータカロテンが豊富に含まれていて、老化の原因になる活性酸素を除去、働きを抑制してくれます。和歌山大学の研究でも、柿を摂取したグループは、摂取しないグループと比べて肌の状態と血行が改善された。和歌山県産柿に含まれる栄養素は肌状態の改善、アンチエイジングに効果があると発表しています。柿の健康効果8つ目はリラックス効果です。柿にはギャバというリラックス効果をもたらすアミノ酸が含まれています。ギャバは副交感神経の働きを活発にして神経を落ち着かせる効果が期待できるんですね。ファーマーフーズインターナショナル株式会社の研究でも、ギャバの投与はリラックスを誘発し、不安を軽減する。さらに、ストレスがある状況でも免疫力を高める可能性があると結論を出しています。また、ギャバは加熱することで増えるので、リラックス効果を得たい場合は、柿を電子レンジなどで加熱して食べるのがおすすめです。慶應義塾大学の研究でも、柿にはギャバやシトルリンなどの機能性成分が存在し、加熱処理によってその量が増加することを確認したと結果が出ています。柿の健康効果9つ目は、飲酒に関係するがんの予防です。アルコールの代謝物であるアセトアルデヒドは DNA を損傷して、がんを発生させる原因となります。特にアセトアルデヒドの分解酵素の活性が弱い人がお酒を大量に飲むと、発がんリスクが高まってしまうんです。柿に含まれる柿タンニンは、そんなアセトアルデヒドを除去することで DNA の損傷を軽減する力を持っています。近畿大学の研究でも、柿ポリフェノールが飲酒によって誘発されるがんを抑制する可能性があると結論を出しています。このように柿には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな柿を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。柿を食べ過ぎるデメリット1つ目は柿胃石です。柿を食べ過ぎると、柿の渋み成分であるシブオールが胃酸と混ざり、食物繊維とくっついて胃石になる可能性があります。柿胃石ができると、腹痛や吐き気などを引き起こしたり、腸閉塞の原因になることもあります。柿胃石の患者さんへの聞き取り調査では、柿を毎日2個から3個食べていたと話す人が多かったと報告されているので、食べ過ぎには注意が必要です。柿を食べ過ぎるデメリット2つ目は便秘・下痢です。柿は食物繊維が豊富なので、腸内環境を整える効果が期待できます。ただ、食べ過ぎると便が硬くなって逆に便秘になってしまったり、下痢を起こしてしまうことも。食物繊維でお腹の不調を起こしやすい人は、体調を見ながら食べる量を調整するといいですね。柿を食べ過ぎるデメリット3つ目は体を冷やすです。柿は体を冷やす果物です。美味しいからと食べ過ぎると冷えすぎてしまいます。特にもともと冷え性の方は注意が必要です。
京都大学の論文でも柿を摂取すると実際に末梢の体温を下げる効果があることが証明されたと結論を出しています。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは柿の適正量はどのくらいなのか。農林水産省の食事バランスガイドでは、果物は1日 200g 程度の摂取を推奨しています。また、和歌山大学の研究では、柿摂取による肌の改善効果を調べるために、毎日 M サイズの柿1個、重さは 160g から 190g を4週間摂取し、効果が出ています。これを考慮すると、柿は1つがおよそ 200g なので、摂取目安量は1日1個までとしておくといいですね。次に柿の食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目は、皮ごと食べるのがおすすめです。柿は果肉部分だけでなく、皮部分にも栄養が豊富に含まれています。特にベータクリプトキサンチンやビタミン C は皮部分に多く含まれているので、皮ごと食べるのがおすすめです。また食べる際には皮についている農薬を流水や酢水でできるだけ洗い流すといいですね。そして皮が硬くて食べづらいと感じることもありますよね。若い柿はまだまだ皮にも張りがあって硬く感じるので、少し熟してから食べると皮も柔らかくなって食べやすくなります。食べ方のポイント2つ目は、ヘタを見て選ぶです。柿を選ぶときには新鮮で甘い柿を選びたいですよね。果肉部分の色や張りを見るのはもちろんですが、ヘタを見るのがポイントです。まずヘタの色です。茶色くなってカサカサしているものは収穫してから時間が経っている可能性があります。ヘタが緑色で先っぽまでピンと張ったものを選ぶといいですね。またヘタと果実の間に隙間がなくピタッとくっついているのを選びます。隙間があるとそこから虫が侵入している可能性もあります。ヘタを見るとともに果肉全体にまんべんなく色がつき、張りがありずっしりと重いものを選ぶといいです。食べ方のポイント3つ目は、渋柿も甘くできるです。柿を買って食べてみたけど渋かったなんてことがあります。食べてみないと甘みがわからないので選ぶのも難しいですよね。ただ渋い柿も甘みのある柿に変えることができます。そのまま熟すのを待ってもいいですが、ここではその他の2つの方法をご紹介します。1つ目は焼酎を使う方法です。柿のヘタ部分に焼酎を数秒つけて、キッチンペーパーで拭いてからポリ袋に入れるだけです。1週間から2週間で渋みが抜けていきます。2つ目はリンゴと一緒にポリ袋に入れておく方法です。リンゴはエチレンガスを発生させて果物の熟成を助けてくれるんです。こちらも1週間ほどで渋みが抜けていきます。次に柿と相性のいい食材をお話しします。柿と相性のいい食材1つ目は大根です。柿と大根といえば柿なますが有名ですよね。柿と大根どちらにもビタミン C が含まれているので、美肌効果や免疫力アップ、アンチエイジングにも効果的です。また大根に含まれる酵素、ジアスターゼが柿の消化を助けてくれます。さらにナマスは酢で漬けるので酢の健康効果を得ることができるのも嬉しいポイントです。ナマスだけでなくサラダにしたり大根おろしと混ぜるのもおすすめです。柿と相性のいい食材2つ目は生姜です。柿は体を冷やしやすい果物です。だからこそ体を温める効果を持つ生姜と相性がいいんです。生姜に含まれる生姜オールは血行の促進や体を温める効果が期待できます。他には生姜に含まれるジンゲロールと柿に含まれるベータカロテンや柿タンニン、ビタミン C には免疫力を高める働きがあります。柿と生姜両方の効果で免疫力がアップして風邪や感染症予防に効果を発揮します。柿と一緒に生姜湯や生姜茶を飲んだり、切った柿にすりおろした生姜と蜂蜜を加えて混ぜる柿生姜マリネもいいですね。柿と相性のいい食材3つ目は豚肉です。柿と豚肉、あまり効かない組み合わせですが、タンパク質を豊富に含む豚肉は柿との相性がいいんです。タンパク質と柿に含まれるビタミン C を一緒に摂ることで美肌につながります。柿やベリーなどの果物のソースはよくフランス料理にも使われますよね。柿はオイスターソースとの相性もいいので、豚肉と柿をオイスターソースで味付けするのがおすすめです。今回は柿の健康効果など
体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい柿を適切な量を食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。